も前回に続きマリンピア日本海を見ていきます。前回のイルカショー以外も見どころがいろいろあるのでご紹介します。マリンピア日本海は地上2階、地下1階で10個の展示ゾーンがあります。潮風の風景エリアではサンゴ礁やマングローブなどいろいろな海辺環境が再現されていました。さまざまな種類のサンゴ礁とともに色鮮やかな魚たちを見ることができました。こちらは日本海大水槽です。水量800立方メートルの巨大な水槽です。ここでは日本海の沖合に生息するいろいろな魚たちを見ることができます。奥に見えるのがマリントンネルです。海中散歩気分が味わえると人気で大勢の人でにぎわっていました。同じエリアではさまざまなクラゲを見ることができます。クラゲってなんだか見入ってしまいます。昔海水浴場で足を刺されたことを思い出します。すごく痛かった。とても不思議な生き物です。体験学習ゾーンでは海の生き物を手で触れることができます。トラザメの卵は触ると硬くてヌルヌルしてました。なんか気持ち悪い。そしてウニやナマコも触ることができました。ツン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 。こちらはマリンサファリです。マリンサファリではゴマフアザラシやトドを見ることができます。なんかおっさんが風呂に入ってるみたい。でも首まで使って気持ちよさそう。隣はトドのプールです。すごい鼻息です。やはりアザラシよりもかなり巨大です。残念ながらマリンサファリ給仕解説は見れませんでしたが、アザラシ好きなのでとても楽しく見れました。バックヤードで食事中だったのがアザラシの赤ちゃんのルナちゃんです。2025年4月4日生まれの目がクリクリの女の子でとても可愛いです。いつまで見ていても飽きませんが、食事が終わると一目散に帰っていきました。水辺の小動物エリアです。ここではユーラシアカワウソやウミガラス、アメリカビーマー、バイカルアザラシなどを見ることができます。信濃川エリアでは信濃川の上流から下流までの様子を再現し、そこに住む生物が展示されています。ペンギン海岸です。ペンギン海岸は1階フロアの中央にあります。ここではペンギン解説が行われます。ペンギン海岸ではすごい声がしていました。なんか文句言ってるのか。ペンギン解説が始まりました。皆さんこんにちは。これからペンギン解説を始めます。皆さんはペンギンというとどんなところに住んでいると思いますか？寒いところでしょうか、暖かいところでしょうか。皆さんどっちだと思いますか？
多くの方は雪や氷があるとても寒いところをイメージするのではないでしょうか。世界にペンギンは18種類います。もちろん寒いところに住んでいるペンギンもいますが、今皆さんの目の前にいるのはフンボルトペンギンです。フンボルトペンギンは南アメリカのペルーやチリに生息しています。雪や氷ではなくサボテンが生えているような暖かく乾燥した場所に生息しています。マリンピア日本海ではこのフンボルトペンギンを約100羽飼育しています。それでは早速ペンギンたちに餌を与えていきたいと思います。餌に使うのはこちらの魚です。こちらアジという魚です。この餌を1日に約60キロ与えています。餌は1日3回に分けて与えていて、今回は1回目の餌の時間です。それではペンギンの食べ方にご注目ください。みんなかなりお腹が空いてたみたい。すごい勢いだね。ペンギンは魚を丸飲みにして食べます。ついばんで食べたりはしません。では頭と尻尾どちらから飲み込むでしょうか。ぜひ観察してみてください。動いてないと食べないのかな。わかりましたか？ペンギンは魚を頭から丸飲みにします。これはなぜかというと、魚のヒレが喉に引っかかってしまうからです。さて、魚を丸飲みにするペンギンの口の中を見たことがあるでしょうか。写真があるのでご紹介します。ペンギンの口の中、こんな風になっています。なんか怖い。この白いトゲトゲとした突起が喉の奥に向かって生えています。これは捕まえた魚を逃がさないような返しのような仕組みになっています。ペンギンは空を飛びませんが鳥の仲間です。鳥の仲間は口の中に歯がありません。またこのトゲトゲとした突起も硬くないので触っても痛くありません。ですがペンギンのくちばしは硬く鋭いので、ペンギンに手を出してしまうと噛まれて怪我をしてしまう恐れがあります。絶対に手は出さないでください。続いてペンギンの足元にご注目ください。ペンギンというと短い足でよちよちと歩く姿が特徴的ですが、実はペンギンの足は短くありません。骨格の図をご覧ください。分かりやすいように足の骨に色が塗られています。体の外に出ている部分は人間で例えるとつま先からかかとで、その大部分は体の中にしまい込まれています。これはなぜかというと、ペンギンは一日のほとんどを海の中で過ごすからです。水の抵抗を少なくするために進化の過程で体の中にしまい込まれたと考えられています。泳ぐときは翼を使い、足は方向転換やブレーキに利用しています。今ちょうどペンギン鳴いていましたが、ペンギンの鳴き声はフンボルトペンギンの鳴き声、ロバの鳴き声に似ていると言われています。鳴くのにはいくつか理由があり、フンボルトペンギンはペアで過ごすので、お互いを確認するときや相手を呼ぶときに鳴いたりします。まだペアのいない個体は自分をアピールするときにも鳴きますし、ペンギン同士喧嘩をすることもあるので、威嚇をするときに鳴いたりします。鳴いているペンギンがいたらなぜ鳴いているのか、ぜひ観察してみてください。先ほどもお話しした通り、ペンギンは鳥の仲間ですが、飛ぶ鳥とは骨の構造が違います。飛ぶ鳥は飛ぶために体を軽くする必要があり、骨の中が空洞になっています。ですがペンギンはこのように泳いだり潜ったりするので、骨の中に空洞がなく重たいです。
体重も飛ぶ鳥より重たいです。皆さんの後ろの方に3種類の鳥の体重を比べることができるところがあるので、解説が終わった後にぜひ比べてみてください。ちなみにフンボルトペンギンの体重は4キロから6キロほどです。さて、皆さんはペンギンを1羽1羽見分けることはできますか？見分けるポイントとしてお腹にある斑点模様がありますが、毎日見ている私たち飼育員でもパッと見て判断することはとても難しいです。ではどのようにして見分けるかというと、ペンギンの翼の付け根についているタグの色を見て見分けています。このタグはペンギン1羽1羽色の組み合わせが違います。例えば今私の目の前にいるこちらのペンギンで言いますと、もうちょっと横を向いてもらえるかな見えますか飛ばないで。お腹側から緑、赤、茶色のタグをつけています。このようにしてペンギンを1羽1羽見分けています。ぜひお気に入りのペンギンを見つけて次に来た時に探してみてください。それでは最後にフンボルトペンギンの野生での現状をお話しします。フンボルトペンギンは野生での数が減っています。絶滅の恐れがある生き物、絶滅危惧種に指定されています。フンボルトペンギンは糞が堆積してできたグアノと呼ばれる土に穴を掘り巣を作ります。このグアノは肥料になるため、人間が採掘し巣作りをする場所が少なくなってしまいました。この現状を皆様にも知っていただき、身近な環境問題を考えるきっかけになっていただけたらと思います。以上で解説は終了となります。最後までお聞きいただきありがとうございました。すごく滑舌のいい飼育員さんでした。飛べない鳥ペンギンと飛べる鳥の実物大の模型が置いてあります。実物と同じ重さなので、抱き上げると種類ごとの重さの違いを体験できます。大きいペリカンより小さいペンギンの方が圧倒的に重いのに驚きました。水族館ではいつも癒されます。今回は時間に余裕がなかったので午後のイベントは見れませんでしたが、展示物を見るだけでもとても楽しめました。今回も動画をご覧いただきありがとうございました。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。